こんにちは。わアロハシャツ研究室のお時間です。本日もよろしくお願いしまお願いしす。ますアロハシャツ研究家でサンサーフの企画統括、はい中野さん、中野教授、中野です。よろしくお願いします。お願いします久しぶりの久しぶりですね。そうですね。ちょっと秋になって出番が減ってたと思うんですけど、全くお声かからなかったですね。もうでもね、ついにこの時期がやってまいりました。いろいろと新しい企画が進んでいるとそうですいね。うことは聞いていて、はい、もう世界中のアロハシャツのファンの皆様がはいお持ちですので、はいいろいろと新しい企画も含めてはいご紹介できればと思います。はい、はい。よろしくお願いします。まずですね、え何かえちょっと僕のところにいろいろ問い合わせが来ているかというとですね、はいこちらヴィンテージアロハシャツの3、はいこの本が出ているんですけれども、はいなかなかこう初回版最初のがですね、最初の文がですね、予約から、はいダーッと行ってしまって大当てでっていうかね、またそうですね、どんどん吸ってますんで吸っていただいているということで、もう多分ね、いろいろなサイトではい購入できる、サンサーフ東洋エンタープライズののサイトも、もうこの動画がはい公開される頃には、はいもう買えるようにはなっていると思いますので、はい、我々のクラブライトニングでもね、そうですね、販売はいしておりますので、はいよろしくお願いしはい、ます。あと全国の取引先様でも買えるようには、そうですねはい、準備をしておりますので、サンサーフの取扱店、はい、そうですね、はいお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で今日もですね、はいちょっとこの本に載ってるシャツも含めて、あとは今までのワンツはいーに載ってるシャツも含めて、ちょっとまた少しなんですけどヴィンテージも持ってきていますので、おちょっとだけご紹介できればなっていうのもあるんですけども、はいなんか気になったのありますか？以前はい、アロハシャツ研究室のスペシャル回でもね、え紹介して出てたこの紫の、これ紫って言っていいのかな、はい、そうですね。これがはいすごい古いやつだってことは、僕もだいぶ分かるようになってきました。わかりましたね。ありがとうございます。えそう、これ三浦さんもかなり気になってたそうですよね。古い30年代の後期ですね。古い。だいぶ古いシャツになるんですけども、えもうこのシャツパッと見でちょっとその時代の雰囲気といいますか、いろんなこうディテールが隠されてるっていうのがもうすごく伝わってくるシャツなので、そうですね。本読んでて、えもうなんとなくこういうのは古いんだっていうのは分かるようになってきたんですけれども、実際中野さん的にははいポイントってあるんですか？その古いからといって、はい柄がそのうまいとか下手っていうのはないんですよ。もうその当時の本当にプロフェッショナルと呼ばれるようなレベルの方たちがデザインからもうナッセンから全てに関わっていますので、はい全てにおいてレベルは高いんですね。うんただですね、その当時うん絵を描いた方っていうのはうん日本人なので、はいハワイに行ったことのない日本の職人さんがハワイから送られてきた絵はがきとか、その当時の写真とか、はいはいはい、そういうのをもとに柄を起こしていたりもするので、はははちょっとそこがこう日本の絵っぽかったりとか、ちょっとハワイの方のデザイナーさんが描いた絵とはちょっと違ったりとか、行ったことない人が日本で必死に見てるわけですね、そうなんですよ描いてるわけですね、はい写真を見ながらちょっと和の要素を含んでいたりとか、そういったところもあり、はいでその雰囲気のええデザインを元に型を彫り、はいで、そこでこうナッセンをはいしていくわけなんですけれども、はいそこでですね、ええやはりこう時代的ないろんなこう流れもありまして、えちょっとその型のズレだったりとかプリントのすれだったりとか、はいあとはそのプリントの色のムラですね、ほうそういったところがええこういろいろな見ることができる。まだ30年代そうなんですよ1930年代って考えたら、そういう技術的なものええはそこから先どんどんさらに上がっていくそうですねっていうことなんですかね。はいはいはあはあなのでそういったもうその当時高い技術はあったんですけれども、その中でもちょっと色ムラだったりとかすれだったりとか、逆にそれが魅力になってるわけですねそうなんですよ。古いシャツの。そうなんですよ。もうわざとやったわけではないんですけど、偶然できたものがまたそれが味として残っている、それがすごく感じられるシャツなので、それまた希少価値が高いということになってますので、はい、そういうわけでですね、この本3ですね、ここに載ってるシャツですとか、あとは今まで出た1と2の中に載ってるシャツの中からも、
2024年モデルとして復もう来年ですね刻されるモデルがいくつかありますので、楽しみにしていただけたらと思います。なんかヒントがありそうですね。ここに飾ってあるものも、いろいろと、まだ内緒ですけど、楽しみです。はい、楽しみです。はい。でちょっとですね、それ預かりましょう。じゃあ次。そのいろいろ持ってきた中でですね、はい、ちょっとこの最近見つかった新しい資料をお持ちして、ちょっとこれにも触れてみたいなと思ってはいるんですけれども、見たことないですけど、これは来年出るやつ。これは来年のお正月に出る柄になりまして、毎年この数年、お正月のめでたい柄ってずっとやられてますもんね。そうですね。鯛があったり、唐獅子ボタンがあったりって過去にやったのを、もうめでたい柄をずっとやってきてはいるんですけれども、で今年ちょっとですね、2024年モデルとして、めでたい柄何があるかなと思ったんですけど、ちょっと新しい柄新作で攻めてみようかなと思いまして、でこれちょっとパッと見こう鯛の柄みたいに、もう見るからにっていう感じではないんですけど、すごくこうストーリーがありまして、奥が深い柄になるんですけども、ちょっと説明してもいいですか。お願いします。能の演目の中に高砂というのがあるんですけども、そのストーリーの中のワンシーンでこのシーンがありまして、このおじいさんが持ってる熊手で服をかき集める、でおばあさんが持っているこのほうきで悪いものを払う。そうです。ということによって、皆様のところに幸せがたくさん訪れるという。すごい、聞けばものすごくめでたいからだっていうのが分かりやすい。なのでもう本当にめでたいっていうことをもう全部でこのストーリーとして幸運の一着なわけですね。今の僕に必要なやつだこれ。そうなんですね。じゃあぜひこれお正月に来ていただいて、これで1年を始めていただければ幸せになれるんじゃないかということで、新しく見つけた資料なんですけども、ぜひこれを2024年のお正月柄として。これは古いものなんですか、元々のヴィンテージは。1940年代後半ですね。40年代後半。ちりめんでね。もう日本でプリントされて、ハワイに生地で送り込まれて、ハワイでシャツとして組み立てられて販売をされていたモデルになります。これ小畜梅が全部揃ってるっていうのもめでたいし、この松がね、松島だけに松がすごい気になるんですけど、真ん中でぴったりこう合わさって一本の幹が形成されて、ここのポケットの葉なんかも全く寸分の狂いもない、いろいろと細かい部分もこだわって作ってまして、例えばそのココナッツのボタン一つにとってもですね、ちょっと通常のサンサーフで使っているココナッツのボタンとはまた違うオリジナルのこのシャツについていたちょっと厚みがある、これ用に作ったんですか。そうですね。この専用のボタンを使っています。であとはですね、後でプリントであったりとかするとですね、このおばあさんが着てる着物の部分とか、あとはその松ですね、このグラデーションがかかってる部分、これも叩きを使ってですね、こう細かくグラデーションが出るように。叩きって何ですか。叩きっていうのはですね、このグラデーション、これ一つのこの版で、例えばグラデーションっていう版はないんですよ。その濃い部分からこう薄くなっていく部分っていうのをいくつも版を重ねることによってこのグラデーションを作るんですね。でそれをそのプリントの技術の中では叩きというふうに僕ら呼んでるんですけれども、その叩きの技術をいろんなところにグラデーションがありますよね。このだって松の葉っぱもこれ全部グラデーションですもんね。おじいさんの服まで全部グラデーションだし、このおじいさんの服とあとおばあさんの服ですね、このグラデーションがかかってる部分にさらに柄が入るという細かい線が入ってますね。そうですね。そういった技術も正確で緻密な型がないとこういうプリントはできない。あとは縫製仕様ですね。この襟の部分のステッチ、あとはサイドのスリット、ここに入ってますね。であとはその折り伏せ縫いといってですね、このちょっと分かりづらいかもしれないですけども、この表面はこの一本の本縫いの一つの一本のステッチが
こう入ってますよね。はい、でも裏見るとこう2本になっている、こういったその当時の和装の技術なんですか。縫製仕様なんですけども、そういったのもなんか面白いですね。こんなとこ普通止めてないですよね。はい、そうですね。そういったところもですね、縫ってますね。同じようにその当時の縫製仕様を再現と。ブランドはどちらのブランドが？そうですね。ブランドこれスペシャルエディションですからね、実名不告になりますので、これブランドがですね、1890年に日本からハワイにですね、移民として渡った久之助磯島さんが立ち上げた久之助磯島さん、磯島商店がですね、持っていたブランド、晴れアロハです。晴れアロハ。はい。今回ですね、磯島商店が持っていたブランド、ジャパニーズバザーっていうブランドもあるんですけども、そのブランドの復刻をしたことあるんですね、過去に。でも磯島商店のオリジナルブランドとして展開した晴れアロハっていうのは今回が初です。なのでネームも新しく全部ですね作ったわけですね。作っていますので、もう全てにおいてスペシャルをつぎ込めるだけつぎ込んだですね感じなんですね。でオリジナルを再現というのがこのスペシャルエディションになりますので、こちらはまた実物をちょっと手に取ってですね、ここかっていう、この動画で中野が言ってたのここのことかっていうのをですね見ていただければ、よりこのシャツに愛着が湧くかなと思いますので、こうやって本を作らせていただいたりとか、いろいろなコレクションをたくさん僕が見させてもらってるじゃないですか、この番組なんかも通してなんですけど、なんかポン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 また新しいのがこう突然やってくるんでそうです、永遠に増えてき永遠に増えてますよ。増えてくるんですよね。もう永遠に増えてますね。本もつかない可能性で出てきますよね。すごいな。いや本当に僕も全く初めてこれ今日見たもんで、まだまだいろいろ隠し持ってますからね。まだあるんですね。隠し持ってますから。確かにな、そうですよね。いや、さてじゃあこれお正月発売ということで、その辺の発売情報教えてください。1月の2日ですね。2日ですね。に全国で一斉発売になりますので、もうこれは店頭もオンラインとかも全部1月2日で開いてる店はスタートするということですね。なんで皆さんこれまた1月2日いいサイズ、自分のサイズきちんと買いたいっていう方はですね、急がないとなくなっちゃうやつですね。じゃあこの縁起のいいシャツをですね、もう羽織っていただいてお正月から良いお年を迎えていただければと思います。そうですね。来年もよろしくお願いします。お願いします。皆さん良いお年を。良いお年を。